菊の井の村田でございます。かす汁というのを作りますけども、なかなか美味しいかす汁できませんな。かす汁をじっくりと、やっていきたいと思います。まあ酒かすこれで売ってますわな。なんかカチカチでせんべいみたいになってますけども、これではなかなかかす汁になりにくいんで、お酒をたっぷりと振りかけます。もっぺん酒かすに酒を吸わせるんですね。ふわっとラップをして、これで電子レンジを5分ほどかけるわけです。そうすると柔らかくなります。でだしですけども、これはうちの一番だしです。ご家庭やったら顆粒とか液体のだしでもいいです。これではね、上品すぎてかす汁に合わん。だから一番だしとかその顆粒のだしを、使うのが嫌やなという方は、家庭ではもうこれです。煮干しをちょっと多いめに入れて、昆布を入れて、で一晩置いといてください。今頃みたいに寒い自分やったら外に置いても大丈夫です。それからもう暑い自分やったらちょっとこうあったかいなと、部屋の中ものすごいあったかいなっていうんやったら冷蔵庫に入れといてください。一晩経ちますと出汁出ます。でそれをそのまま沸かしたらもうダメなんです。沸かさんと頭と腹とおらんと、煮干しワニがなるとか言いますけど、そんな面倒くさいことせんでもよろしい。こうやって一晩つけといたら澄み切っただし出てますから、それだけで十分美味しいです。一番だしに風味をつけるためにいりこ入れてます。料理屋のは一番だし使いますけど、顆粒とか液体のだしでもこれをやることによって全然風味が良くなります。昆布といりこだしの場合は翌日にもうそれを全部取り出してそのまま使っていいです。そうですね。はい。ぐらぐら沸かしますと、そのいりこの内臓の苦いのが出てきますから、ぐらぐら沸かさないで、外側にプチプチっと泡がつくぐらいでもうそれでいいです。もうこんな感じですね。火を弱めてしばらくしてますと、もう十分これいりこの風味が出ます。それからいりこの風味が出るとえぐみとか匂いとか出ますから、一番だしでおうどんを食べても美味しくならないです。うどんに負けよるね。一番だしは飲んでは美味しいですけども、うどんとかには合わないですね。粗い味を持ってる酒かすなんかには上品すぎて負けよるんですな。それから、料理屋のかす汁ってなんかこう味があるのかないのか分からんような薄い感じがするんですけども、それはだしと調整合わせとそうなるんですね。もうこれでこします。でこのだしを入れまして、人参ですね、大根ですね、揚げ、京都はこれだけですね。もう人参も大根も柔らかくなってきたら、もうここに塩入れて、で薄口入れます。でここで味を見てください。味付けはもうほとんどこれだけで、塩とこんだけの薄口入れたらもう普通のおつゆよりもちょっとぐらい濃いめぐらいの味になってんと、もうその味もつけへんとこになんぼこれを溶いても美味しくはなりません。はい、これ見てもうたらもうこのようになってます。戻ってもうこんな柔らかになってます。だからこれを味噌みたいに溶くわけですけども、これやっぱり酒蔵で作ってるお酒によって酒かすの味も全然違います。全然違います。はい。お酒作ってはるとこはやっぱ美味しいですし、だしの中でほぐれてきたらこのひっくり返します。これ全部
入れてしまいます。隠し味にこれ白味噌ですけど、こんだけぐらいの白味噌が何の効果があるんやろと思いますけども、これがまたあるんですね。だから普通ご家庭やったらご家庭用の味噌をこの小さじ2杯ぐらいを入れはるとぐっと味が変わりますね。これ寒い自分にはね、これが美味しいんです。これで出来上がりですけども、この上はねセリ、京都はセリ、大阪はネギって決まってるんですよ。東京はどこや分かりませんけども、最後に春ちょっと前にこのみりんをパッと入れます。そうするとアルコールがこう入りますから、アルコール感が出ます。でセリを入れて、七味ですね、ピリ辛七味を入れて。こういうところで山椒とかそういうものが登場しないのは邪魔な香りなんですか？七味の方が温まるのか。体が温まる。一味でもええと思いますよ。だけど七味の方が香りがあるでしょ。さあセリの香りと七味の香りで酒っていう感じがやっぱりええんじゃないですか。